おはようございます。たかしです。本日は10月20日金曜日、ただいま9時21分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はユーロドル、ポンドドルの相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。なかなか勝てない初心者の方には特におすすめの通貨ペアです。詳細は Twitter のハイライトをご確認ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。では、ポンド円の冷やしからですが、もうほとんど動いていないですよね。昨日もそうなんですけれども、ここのところずっと上値は重いんですが、かといってどんどん下落できるかというと、そういうところでもない。ですので、上昇もできないし、下落もできない。じりじりと下落してきているというところ。冷やしの GMMA の青帯は現在収束して横向きですので、大枠ではこんな感じのレンジですね。緑の矢印のイメージです。一応レンジ幅としては白のラインを引いてますが、だいたい下限が 178.5 で上限が184円ぐらいというところを考えておりますので、現在はその間でのレンジ、ここを抜けた方についていくという、そんな感じですね。今日足を見てもほぼほぼ動いてませんので、もうちょっと買い足で見ていきましょう。チャンネル登録してね。では4時間足です。昨日お話ししていたのがこの黄色のボックスに過去は何度もボックス上限まで到達していて、しかも上抜けっていうこともありましたが、ここのところ今週に入ってからはその上限にタッチすらできなくなってきましたっていう話をしてました。つまり上値が重くなってきているというところからの昨日は安値更新をしていきましたね。更新といっても今週火曜日に大きな下髭をつけてますので、その安値は更新はできていないんですが、比較的大きく下落。ただし再び夕方から上昇という、現在はレンジですので上がったり下がったりという方向感のない動きをしているのが昨日でした。日足の GMMA は横ばいでしたが、今4時間足の GMMA も横ばいですので、基本的には上がったり下がったりという分かりにくい動きをしてますので、中途半端なところでトレードをしてしまうと、打っても勝っても負けますので、しっかりと引きつけてですね、今ですと例えば黄色のレンジですので、黄色のボックスの下限とか上限に引きつけると、そこからの反発っていうところを考えられますが、中途半端なところでトレードしてしまうと上昇するかもしれないし下落するかもしれないっていうのが分かりにくいので、その辺は注意ですね。インジケーターも方向感なく動いてますので、4時間足単位ではちょっとトレードとしては難しいですね。では1時間足です。4時間足のこの黄色のボックスの中にさらに1時間足には緑のボックスを描いてます。上限が 182.766、下限が 181.375 という、そういう中で動いていると考えるんですが、昨日はその下限まで下落してきて、そこからの反発になってます。ただし上限にまだ到達できずに下落してきてますので、やはり本日朝から上値が重く、現在再び下限を目指しているのかなというところ。ただ下限に来れば次ダブルボトムが意識されますので、次は反発を見ておきたいですね。ストキャスティクスも安値圏に来ておりますので、ここから下落に乗っていくというよりは、このレンジの下限に来たところでの次の反発をイメージしておくといいかもしれません。ただしもちろん下抜ける可能性がありますので、今大きな枠では黄色のボックス、4時間足の黄色のボックスの中で動いてますので、その黄色のボックス下限を目指して下落する可能性もありますが、1時間足では緑のボックスの中で動いているので、まずは 181.4 付近、緑のボックスの下限付近まで下落してくれば、そのあたりでの反発をイメージしておく。1時間足の GMMA もほぼ横ばいです。日足4時間、1時間と GMMA は横ばいということは、大きな枠でのレンジ、もしくは小さな枠でのレンジっていう各時間帯ごとにそのレンジ幅が変わってくる可能性がありますので、1時間足は今緑のボックス、4時間足は黄色のボックスみたいな、そんな感じで思っておくといいと思います。そして先ほども言いましたが、レンジ相場の時はレンジの上限、下限に引きつけてトレードをしていくことが大切ですので、現在地からもちろんレンジ下限を目指して下落する可能性もありますけれども、もちろん途中から上昇していくっていうことも考えられますので、中途半端なところではポジションを持たないことが大切です。ただ、日足も4時間も1時間足もレンジとなるとトレードするのが難しくなりますので、もうちょっと時間軸を落としてトレードしていけばいいのかなと。例えば15分足ですと、ここにこういう小さなトレンドを作っているの分かりますか？こんな感じですね。こういうトレンドを作っておりましたので、例えばこのトレンドの流れに沿って15分足で戻り売りをしていくだとか、ここにトレンドラインを引いてこんな感じで引けますので、そのトレンドラインを抜けてからの次の上昇の流れに乗っていくとか、そんな感じで時間軸を落としてトレードすればトレードできる相場ではあるんですね。比較的値幅はありますので、その中でのトレードっていう
いうのはできると思いますが、分かりにくい動きをしていることには違いありませんので、無理して買い足に落としてトレードする必要はないと思いますので、もしトレードするならそんな考え方ができますよっていう参考程度に聞いておいてください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足も大枠ではレンジなんですね。ただドル円ここのとこ全然動いていないですよね。これ見ていただいてもわかりますけれども、ほとんど動いていないですよね。ここ、ローソク足見ていただければわかりますが、全然動いていない、実体もないというところで、上がったり下がったりとしているだけです。じりじりと上昇はしているんですが、今のドル円トレードするのはかなり難しい。というか、あえてドル円でトレードする必要はないとは思います。では4時間足です。4時間足も、一時こういう大きな下落とかがあると、そこからの押し目買いがしやすいんですけれども、昨日の4時間足見ていても、上髭、下髭をただただ出しているだけですよね。こういうところっていうのは乱高下を買い足でしている。上がったり下がったりと方向感なく動いているだけですので、こういうところでトレードするとやはり買っても売っても負ける。そういう相場になりますので、まずは直近の高値ですね。このオレンジの水平線引いてますが、149.83 付近。ここを明確に上抜けてくれば次の高値 150.1 付近まで上昇するという考え方ができますが、やはり現在は高値圏ですので、上昇すれば売られやすいっていうのが買い足で起こっているので、上がったり下がったりと方向感のない動きをしている。なので今のドル円は様子見ですね。では1時間足です。とは言いましても1時間足じりじりと上昇しているの分かりますか？この白の矢印を描いてますけれども、この高値を切り上げていってるんですね。高値更新なんですよ。そして安値も切り上げているんです。ということは今分かりにくいんですが、上昇トレンドは描いているんですね。しかも昨日もヒゲではあるんですが、高値更新をしてきております。そして安値も若干切り上げてきてますので、と考えると、今1時間足の GMMA でサポートされて上昇してますので、現在地付近、1時間足の GMMA に接触するあたりからの上昇っていうのに短く乗っていく。そして直近高値付近までみたいな、そんなトレードならできるかもしれません。ただし値幅としては本当に少ないので、おすすめはしませんけれども、上昇トレンドではありますので、今上値は重いので、ここから逆張りのショート、ここからの下落を狙おうとかいうのは基本的にはしない方がいいと思います。今、日足も4時間も1時間も GMMA の青帯は上向きの上昇トレンド中ですので、上昇トレンドの中で逆張りをしていくってことは、当然そのまま上に持っていかれる可能性も高いですので、もし売るのであれば、昨日の高値とか、そういうところに来てから、そこからの単発的な下落っていうのを見ておくのがいいのかもしれません。ただし、もし上昇して昨日の高値を上抜けるような動きをするのであれば、この上昇トレンドが継続しているということですので、すぐに損切りをする必要があるんですが、基本的には今上昇トレンド中。その中で上値は重いので逆張りをするのであれば、しっかり引きつけてトレードをしていく。逆向きに押し目買いをするのであっても、今はかなり値幅が小さいので、昨日の安値ぐらいまで引きつけて、そこからの上昇の流れっていうのを見ておく。ただ、ここからどんどん上昇するというイメージでトレードするのではなく、短く利確をしていくっていうことが大切ですので、あえてドル円でトレードする必要はないと思いますが、もしトレードするのであれば、しっかり引きつけてやっていくことが大切ですし、その辺を注意しておくのがいいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。有料ノートで日々の相場分析を販売しております。ポストプライムのプライム投稿を切り売りする形での配信です。プライム投稿では情報量が多すぎるという方に向けて、投稿の一部を価格を抑えて販売しています。少しでもお得に有料投稿を利用したい方はぜひご検討ください。FX は知識量が勝率を分けます。有料投稿はそのお手伝いができますので、効率よくご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。